皆様こんにちは、横尾忠則現代美術館の山本と申します。本日は、開催中の展覧会横尾忠則の人生すごろく展について、お話をしたいと思います。この展覧会は展覧会場全体をすごろく版に見立てた、構成になってまして、横尾さんの、波乱万丈の人生を、その作品によって再構成しています。もちろん普通に順番に作品を見ていただくことも可能ですし、すごろくの要領で行ったり戻ったりしながら展覧会を見ていただくことも可能です。展覧会はこの3階のフロアから始まってるんですけども、こちらでは横尾さんの西脇時代にフォーカスして、横尾さんが幼少期に体験したいろんなエピソードを作品によって振り返る構成になっています。それでは振り出しの作品、最初の作品がこちらになります。横尾さんがこのようにおぎゃーと生まれたところからゲームはスタートします。この作品のタイトルは6月27日の子宮内での出来事っていうことで、6月27日は横尾さんの誕生日なんですけど、横尾さんが生まれた時、お母さんのお腹の中はこんな風になっていたっていう絵になります。横尾さんが子供時代に好きだったいろんな冒険小説ですね。ジュール・ベルヌの海底2万里とか、エドガー・ランポの新宝島、そして、ワニと格闘しているのは少年王者、そういう子ども向けの冒険小説の、いろんなキャラクターが大集合しています。科学者のヘレン・ケラーの横顔が青白く描かれています。でヘレン・ケラーは、横尾さんと同じ、6月27日の生まれだそうです。それでは、次の作品に、移るためにルーレットを回してみたいと思います。6ですね。6なので1、2、3、4、5、6。6の目が出ましたので、一気に展示室の真ん中近くまで来てしまいました。こちらの作品「あの花この湯」というタイトルの作品です。一見してお風呂場の景色を情景を描いてるんですけれども、全体的には浮世絵の鳥居清長の描いた女湯とアングルが描いたトルコ風呂、西洋の画家と、日本の画家の描いた、お風呂の情景が合体しています。画面の左端、襖絵に少年の影が映ってるんですけど、これは子供時代の横尾さんを表しています。で横尾さん、子供の頃からですね、近所の銭湯にずっと、お母さんに連れてってもらってて、結構大きくなって中学ぐらいになるまで女湯に一緒に入ってたっていう話があります。女湯の中で裸の女性を見るっていうのはすごくエロチックな体験なのかなと思うんですけど、このボーホリンは結構怖かったらしくって、その時の印象が横尾さんの初期の代表作の「ピンクガール」、すごく大きな口を開けて笑う女性の挑発的なポートレートとか、ああいったものになって現れているそうです。今回すごろくのゲーム用にこういう、大きなルーレットを作ってみました。でこの盤面のデザインは、横尾さんがしばしばモチーフにされる泣き笑い人生を表した、泣き顔と笑顔、その2種類で、全部で4色のルーレットをオリジナルで今回作っています。それでは、次の作品に行くために回してみたいと思います。3ですね。はい、3マス進みました。今夜の先には骨があるという絵になります。この作品はですね、非常にちょっとミステリアスな雰囲気を持った絵なんですけれども、横尾さんの子供時代にですね、近所で殺人事件があったらしいんですね。西脇って平和なところでとても珍しいことだったと思うんですけども、当時の西脇には大きな病院とかがまだなかったみたいで、その事件が起きた一般のお家のお庭で検視解剖が行われて、で怖いもの見たさで近所の子どもたちがわーっと集まってきて、なんとかその幕の向こうを覗けないかなっていうことで、横尾さんも頑張って覗いてるわけですね。そうすると突然死体の腕がポーンと跳ね上がった。非常にそういう驚くような超常的な現象を目撃した、そういうエピソードが描かれています。で3マス進んできたんですけれども、残念ながらこれ2マス戻るところに来てしまったので、2つ戻ります。2コマ戻ってきまして、横尾さんお気に入りのターザンを描いた、作品のところに来ました。横尾さんの子供の頃、生まれ故郷の西脇は大変裕福な町で繊維産業で儲かっていたので、小さな町なのになんと劇場が3つもあったそうです。
でそのうちの一つで横尾さんが子どもの頃に見てハマったのが、ターザンの映画でした。劇場といっても映画を見せるだけの小屋ではなくて、大衆演劇とかいろんなことをやってたみたいで、劇場の中に花道があったようですね。でターザンが登場するクライマックスのシーンになると、横尾さんは客席から出て花道によじ登ってですね、そこでターザンの雄たけびを真似て「あーあー」っていう声を発してたと、そういうエピソードが残っています。4ですね。なので123で1マス進むになりました。4マス進みました。この作品は第二次世界大戦中に横尾さんが見た白日夢の情景を描いています。近所の女の子と家の前で遊んでいたらですね、この家の前の電柱に竜が巻きついてうわーっとうねるように空へ登っていくって、そういう情景を目撃したという記憶に基づいています。一マス進むというコマのところに来ましたので、先に進みます。はい、お隣の作品「回転する家」という作品です。有名な横尾さんが描いた Y 字路大作を描いた場所を再び描いてるんですけれども、やはりこれも戦時中の記憶が反映されてまして、夜空が真っ赤に燃えるように染まっています。これは明石や神戸の町が空襲に遭うと、西脇から見ても南側の山向こうの空が真っ赤に染まって見えた、そういう記憶を反映しています。上空には B29 米軍の爆撃機が飛んでまして、網びらを巻いてる。パッと手に取ってみると朝日新聞になっているという、そういう作品です。よいしょ。どうや4ですので、ここからだから1234なので2階に降りてきました。2階の展示室では、横尾さんが東京に行って現在に至るまでのいわゆるアーティスト横尾忠則の軌跡をすごろく仕立てでご紹介しています。3階から4コマ進みますので、ここが123コマ目、そして4コマ目になります。4コマ進んだ先のコマが1マス進むでしたので、1マス進んだお隣の作品と2つ合わせてご説明できればと思います。この作品は横尾さんがグラフィックデザイナーとして注目を集め始めた頃の典型的な表現なんですけれども、放射状の線とかこういう鮮やかなストライプみたいなものが多用されて、非常に造形的にインパクトがあるものです。そして唐十郎などのアングラ演劇のポスターが評価されて一躍時の人となりました。こちらすごく大きな絵画なんですけども、原画はその当時60年代の唐十郎率いる劇団状況劇場のお芝居ジョン・シルバーのためのポスターが原画です。それを80年代になってから横尾さんがこんなに2メーター以上の大きな絵画に引き伸ばした作品になります。どうや6ですね。6が出たってことは12345 6、ここですかね。こちらから70年代の作品になります。60年代の横尾さんはデザイナーとしてあまりにも人気が出すぎて、もうメディアの寵児のような扱い方をされたんですけども、多分ちょっとそれに疲れちゃって、その反動みたいなものが現れているのがこの時期の作品だと思います。70年代の横尾さんは精神世界にすごく興味を持って何度もインドに旅行をします。そういう体験が反映されたのがこの10点組の版画作品「聖シャンバラ」となります。5が出ました。5なのでどうなるのかな。12345、ここや。5マス進みましたので全然作風が変わってしまいました。この間横尾さんはデザイナーから画家へ転向しています。有名な画家宣言っていうのが80年代の初頭にあったんですけど、それをもう通り過ぎて、これは84年の作品です。とにかく大きなエネルギッシュな絵をいっぱい描いていた時代の作品で、この作品はパリビエンナーレにも出品された記念すべきものとなります。よいしょ。だいぶブレーキ。4ですね。3コマ目4コマ目です。
1995年の横尾さんのグラフィック作品を紹介しているコーナーになります。95年というと言うまでもない阪神・淡路大震災が起きた年で、横尾さんもさまざまにその震災復興に向けてのいろんな事業に協力をしています。まずこの下の段の真ん中の青いポスターなんですけれども、これは兵庫895倍アートという震災復興支援のためのチャリティーポスター展を宣伝する横尾さんがデザインした作品になります。横尾さんとあと関西にいた白髪和夫さん、本永貞正さんと3人で日本全国から20人ぐらいの優れたアーティストを選んでボランティアでチャリティーポスターをデザインしてもらって、その売り上げを復興支援に充てたというものです。こちらの白いっぽいポスターが横尾さんのチャリティーポスターになります。で一番左端、YMO の細野晴臣さんと横尾さんのツーショットで写っているポスターですけれども、これはやはり、沈滞した被災地の雰囲気を盛り上げようということで、コンサートのような展覧会のような不思議なイベントが企画されて、横尾さんに声がかかって、自分は音楽はできないけれども友達の細野晴臣さんに声をかけて、横尾さんの絵画と細野さんのライブが組み合わさったような、ちょっと独特なイベントが行われました。ちょうど1回休みのコマのところへ来てしまったんですけれども、今日は一人ですごろくやってますので、引き続きそのままちょっとルーレットを回したいと思います。よいしょ。1隣でしたね。一マス進んで鎮魂の海というタイトルの作品のところに来ました。この作品は震災が起きた1995年に描かれたものです。1月17日に震災が起こって、横尾さんは奥様のご実家が神戸だったっていうこともあって、とても心配でなんとか神戸に行きたい。でまた1ヶ月経ってない2月の中頃にですね、神戸に行こうとされます。ただ当然まだ電車なんかガタガタで通っていなくって、海から行くしかなかったわけですね。で南港から神戸のメリケンパークに向かってフェリーで神戸に行かれました。その時にですね、南港といえば海遊館って大きな水族館があるんですけども、それを初めて見学してとても大水槽に感激されたそうです。おそらくだからその海遊館の大水槽のイメージとその後見た被災した神戸を鎮魂するっていうニュアンスが重なってこの作品が生まれたのではないかと思います。よいしょ。6にしますか6にしますか1にも見えるけど6にしようか。6マス進んで、いよいよ横尾忠則現代美術館開館までたどり着きました。この2つのポスターは美術館がオープンする前に開館を告知するためのポスターと記念すべき1回目の展覧会、開館記念展横尾忠則展半々ぷくぷく反復のためのポスターです。右側の開館告知ポスターは2012年の11月に美術館がオープンするよっていうことをアナウンスしてるんですけれども、普通美術館がこれからオープンするよっていう時のポスターっていうのは割と華やかなものが多いと思うんですが、このデザインが上がってきた時にはちょっとなかなかインパクトといいますか、どっちかというとちょっと不吉かなっていう感じがして、ざわついたのを覚えています。ただ作品としてはすごい構図の妙といいますか、非常にかっこいい画面で、多くのアーティストの方がこれをポスターが欲しいというふうに言われたのを思い出します。2マス進むという指示が出てますので、1つ2つ先の作品もご紹介をいたします。2マス進みました。横尾美術館が開館した翌年2013年には瀬戸内の手島に手島横尾館という美術館が開館します。やはり横尾さんの作品に特化した展示施設です。この作品は網膜が見た夢2というタイトルなんですけども、写真がまるで動いているように見える特殊な機械仕掛けのものです。同じイメージの作品が版画のように複数エディションが作られまして、この作品は当館も所蔵してますし、同じものが手島横尾館でも常設展示されています。だいぶ上がりが近づいてきましたので、いい芽が出るよう祈りながら回したいと思います。4ですか。4、1、2、3、4、上がりですね。上がりました。上がりの作品は
二刀流再びという2021年かなり最近の横尾さんの作品になります。一見すると朦朧としてるんですけれども、描かれているのは巌流島の武蔵と小次郎の決闘シーンです。武蔵と小次郎の作品っていうのは横尾さんの現存する作品の中で一番古いもの、5歳の時に講談社の絵本を模写したものが残されていて、横尾さんはいまだにそれを超える絵が描けないということでとても大事にされていて、時々武蔵と小次郎を引用した作品を何年かおきにこう描いているということがあります。それの最も新しい作品の一つなんですけれども、5歳の時の作品は子供とは思えない正確さというのが特徴だったんですけども、もう非常に正確さなんかどうでもよくなって、逆に80歳を超えて子供のような、落書きのような、もう本当に自由な筆致で描かれているのがとても印象的です。横尾忠則の人生すごろく展いかがでしたでしょうか。横尾さんの非常にドラマチックな波乱に満ちた人生をすごろく仕立てで行ったり戻ったりしながら、どうにか最後まで完走することができました。なかなか実際にすごろくをやりながら見るというのは、結構面倒といえば面倒なので、なかなかハードル高いかもしれませんけれども、お時間に余裕を持ってきていただいて、こうやって、じっくり作品と対話しながら、美術館の空間を楽しんでいただくのもまた一興かなというふうに思っています。4階のコレクションギャラリーでは、横尾忠則を遊ぶと題して本編の横尾忠則の人生すごろく展と連動して遊びに関係した作品や資料などを特集しています。横尾さんがデザインしたさまざまなもののうちには、花札やトランプ、百人一首やすごろくといったさまざまな遊び、特に日本の古くからあるような遊びにインスピレーションを受けたものがたくさんあります。あとはジグソーパズルですね。そのジグソーパズルの原画になったポスターとパズルとを組み合わせてご紹介をしています。実際に展示をしてみるとちょっとびっくりするぐらい華やかというか、お正月らしいにぎにぎしい雰囲気になって、ちょっとおもちゃ場をひっくり返したような感じが出たのが大変面白いなと思いました。